はい、皆さんこんにちは。機械系男子の木内です。今回はですね、本の紹介ではなくて、この春、4月からですね、新大学生になる方に向けて、大学生のうちにやっといてよかったなって思うことを、僕の実体験を踏まえてですね、紹介したいなと思います。大学4年間ですね、短大の場合3年間とかですけども、社会に出る一歩手前の人間のすごい時間がある期間だと思って、その期間のうちに、大学生のうちにぜひですね、今から言うことをやってもらって、その社会に出てからも、大学卒業スタートも結構生きる経験だったりスキルになってくるので、ぜひですね、それを紹介したいなと思います。で、初めにですね、僕の経歴、僕どんな人かっていうのをですね、お話ししようかなと思うんですけど、別にですね、僕は、大学4年間で何かを成し遂げたとか、今は社会人3年目がもう終わりますけども、丸3年間経ってね、社会人として会社でね、何か大きい業績を残したとか、そんなことはね、全く一切ないです。もう普通に、もう平凡っていうのかな、平均ラインと。だけどもやっぱり社会に出て、会社に入って、働いていく上で、やっぱ大学生のうちにこれやっといてよかったなって思うことすごいいっぱいあるんですよ。だから、特にね、成功したいとか、なんかね、自分で起業したいとかっていう意識が高い人は、多分今から言うことはそんなにね、目新しいことじゃないと思います。だけども、僕がこれから言うのは、普通に平凡に、会社員やっていく上でも、結構ね、役に立ったなっていうスキルなので、もう身につけといて損はないと、経験しておいて損はないっていうことばかりですので、多くの人にね、結構有効かなと思います。で、軽く僕のね、経歴紹介していきますと、僕はですね、大学の時に機械工学科、理工学系の機械工学科に属していて、大学4年間をそこで学びました。で、その後ですね、大学院まで進学して、2年間ですね、研究生活を終えて、で、3年前に2022年の春から、新社会人になって、で、今ですね、もう社会人として3年目を迎えて、今、機械系メーカーの設計職やらせてもらってますけども、それでの丸3年間の実務経験を得た後での、やっぱり大学生のうちにこれやっといてよかったなっていうことを、今回ですね、7つ紹介していこうかなと思います。はい。それではですね、早速1個目からいきたいと思います。まず1個目がですね、大学生のうちにぜひやってもらいたいこと、1個目が、ペン字です。はい。字をきれいに書けるようになるための練習ってことですね。いきなりなんかしょうもないスキルを持ち出したなって思うかもしれないんですけども、本当にね、これ、至極当たり前のことなんですけど、字が綺麗でね、損をすることはまずないんですよ。何でもそうなんですけども、何か自分が得意なものがあって、その得意なもので逆になんか不利益を被るってことはほとんどないんです。背が高いとか、足が速いとか、喋るのが上手いとか、人の話を聞くのが上手いとかって、そういうなんかいいことがあったとしたら、それにおいてね、損をすることってまずないんですよ。だから字が汚いのと字が綺麗な自分っていう、その二通りの自分がいるとして、どっちの方がいいですかっていう質問をしたら、絶対ね、みんな字が綺麗な方がいいでしょと。それはそうでしょって言うと思うんですよ。で、その上でですね、字が綺麗になるために、僕がね、もう一個付け加えたいのが、最低限ここだけマスターしとけば OK ですよってことを言うと、ひらがなの50音。たった50文字のひらがなをマスターするだけですごいね、字が綺麗になるんですよ。字が綺麗になるというよりかは、これはね、母親が一人で言ってたことをですね、その隣で聞いてた、すごい衝撃を受けた言葉だったんですけども、僕の兄もですね、社会人になってからペン字をやりまして、で、兄がですね、家族、実家宛てに送ってくるハガキ、年賀状だったり、暑中見舞いとかのハガキを見てですね、母親がある時、兄の字がとても綺麗になったと。で、特にひらがながすごい綺麗だと。ひらがながすごいまとまってると。大体同じサイズ感で、しかもちゃんと軸が通ってるような、なんか座ってるような字を書くと。それだけでなんか文章としてすごいまとまって見える、綺麗に見えるっていうようなことを、母親が一人で言ってたんですよ。はがきを見ながら。それを聞いてね、これは締めたぞと思って、それまでの僕もですね、何回か字をきれいに書こうって思ったことは何回もあったんですよ。だけども、やっぱりその漢字とかも含めて漢字2000語とか3000語とかを全部きれいに書こうと思ったらすごい大変なんですよ。だけども母親のその一言を聞いて、なるほどと。ひらがなさえたった50音をマスターするだけで、人の字っていうのは、人の書く文章っていうのは綺麗に見えるんだってことを発見しまして、それでですね、もう一年発起してね、すぐにペン字の本を買いに行ってですね、この、書店でよく売られてるこの30日間、1ヶ月間で、字が綺麗になりますよっていうこの練習帳、これをですね、もう徹底的にというか、ひらがなだけは本当に徹底的にやったんですよね。もう最初のこういう、もう小学校1年生に戻ったような気持ちですよね。何回も何回も同じ字を書いて。で、実際に僕は本当にですね、ひらがなしかやってないんですよ。
あんまりね、漢字の部分も、漢字もちょっとはやったんですけども、実はね、後半の部分はほとんどやってません。もうほとんど手紙とかになってくると、あんまり手紙今書かないからいらないかなってことで、とりあえずね、50音だけをね、本当にマスターしました。で、このね、小学生ぶりのね、漢字練習帳ノートを買いまして、もう久々ですよね、この同じ字を何回も書き続けると。でもね、小学校1年生じゃないんで、もう自分がね、書いてって満足したらと思ったら次の字に行くってのをやってて、この懐かしさにね、浸りながらですね、50音のひらがなだけのマスターを頑張りました。で、本当にですね、ひらがなだけを綺麗に書けるようになると、おのずとね、結構漢字のバランス感覚も身についてくるんですよ。やっぱバランスが整ってるだけで、パッと見た時に、あ、整ってるなっていうだけで、綺麗に見えるんですよね。それがね、結構いいところで、ぜひですね、この50音をマスターする、もうね、大学受験を終えた、それまで何科目も何時間もずっと勉強してきた学生たちが大学生になって、たった50文字ですよ。たった50文字の文字をマスターするだけなんて、もう朝飯前じゃないですか。1日1時間でもね、この漢字練習帳ノートでバーって書いていくだけで、もうすぐに1ヶ月でね、綺麗になると思います。ぜひですね、この字が汚いよりかはね、綺麗な方が圧倒的にいいと思うので、このペン字をですね、まずやってほしいなと思います。はい。ではですね、大学生のうちにやっておいた方がいいこと2つ目がですね、アルバイトです。はい。よくね、アルバイトやると、お金をもらうありがたみとか、お金を稼ぐことの大変さを学ぶって言うんですけども、それはね、ビビたるもんです。僕がね、一番これは良かったなって思ったのが、働いていく上で、やっぱ組織の中で働いていくんで、人とのね、連携で仕事が回っていくんですよ。で、僕はね、飲食のバイトだったんですけども、飲食のバイトでも、忙しい時にね、動きがすごい、ね、スムーズな人、どんどん仕事をね、片付けていく人と、そうでない人っていうのが見れるんですよ。なのでね、本当にね、プレの社会人経験だと思って、仕事ができる人とできない人の差をね、ぜひね、そこで見てほしい。もちろん自分はですね、入った当初は何もわかんない。で、動きも悪いと。で、結構迷惑ばかりかけてるけども、やっぱりその仕事ができる人、できない人、同じ学生のバイトだとしても、やっぱできる人、できない人分かれるので、できる人を真似て何が違うのかっていうのをね、ぜひね、見てもらいたい。これはね、本当にいい経験だと思います。社会人入ってからでも、やっぱ忙しくなると、仕事でミスをする人とか、結構物忘れをする人とかっていっぱいあるんですけども、じゃあどうやったらそれがなくなるのかなっていうね、その改善方法を身につけられるんですよ。改善の仕方を。社会人に入って仕事ができる人を見つけて、その人を真似るってことができるんですね。これ本当にすごい大事なスキルだと思うので、ぜひね、アルバイトを通して、身につけてほしいなと思います。ではですね、大学生のうちにやっておいてほしいこと、3つ目がですね、貯金習慣をつけるですね。これ本当にね、全くね、持ってね、額じゃないんですよ。いくら貯金したかなんてそんなのどうでもよくて、自分の手取りのアルバイトで稼いだお給料の1割を貯金してるかしてないか。それだけをね、気にしてほしいんですよね。これね、バビロン大富豪の教えにも書かれてるんですけども、1割をたった貯金するだけで、その貯金習慣がつくだけで、もう気づいた時には、もう10年後とかにはね、18歳の大学生がバイトを始めて、10年後の28歳の時には、もうその時の同じ年代と比べて、全然ね、水準が高い貯金をできてるはずなんですよ。で、このね、1割を貯金するっていうこの貯金習慣、たとえね、月々 5万円稼ぎましたと。で、そのうちの5000円を貯金しますと。たかだか5000円かって、これはね、本当に舐めちゃいけないんですね。この5000円が積み重なっていくことによって、いつの間にかですね、気づいた時には、もう10年後の自分は、かなり大きい額をね、貯金できてて、金銭面的にも余裕があって、金銭面で余裕があると、やっぱ心のね、余裕がすごいあるんで、生活の余裕とかも出てくるので、ぜひですね、この貯金習慣だけは、大学生のうちにね、身につけてほしいなと思います。ではですね、次に行きます。大学生のうちにやってほしいこと、4つ目がですね、読書ですね。読書系 YouTuber としてやっぱり読書をね、進めざるを得ないんですけども、大学4年間だけでいいです。4年間だけ縛りみたいなもんで、4年間の通学の電車の中の時間だけ、そこだけね、読書に当ててほしい。で、電車でね、ずっと読まなきゃいけないのかっていうとそうじゃなくて、電車に乗りましたと。電車に乗ったらとりあえずまず自分のバッグの中から本をね、一冊取り出してきて開くと。この動作まででいいです。この動作を絶対やってほしいんですね。乗ったら絶対開くと。で、1行か2行読んで、もう飽きたと思ったら閉じていいです。それでいいんですね。これもね、習慣をつけるって感じで、たった4年間だとしても、この習慣をつけることってのはすごいでかくて、あとはですね、活字、長い文章の活字になれるってのは、実はね、結構大きいメリットがあるんですね。社会人に出る前だとしても、大学生のうちにもですね、何かしら、契約したりとか、
あとはなんかクレジットカード作ったりとかね、いろいろね、なんか自分のやりたいことやっていくと思うんですけど、その時に大体ね、契約書だったり、取扱説明書とか、何か説明文とかが出てくるんですよ。その時に、もう活字がね、ザーって並んでるのを見るだけで嫌だってなると、時と場合によっては悪い大人によって騙されてしまうんですよ。もう思いもよらない自分がすごい不利益を被るような契約になったりとかするので、ぜひですね、この活字を読めるようにする、活字を読むのを苦にしなくするっていうこともですね、かなりね、重要なスキルになってくるんですよ。なので、読書でね、活字になれるってのと、読書の効果があるかないかっていうのは全然考えなくていいです。それはね、10年後の自分が気づくことなので、僕もね、18歳に比べて、僕は今27歳、今年28になる年ですけども、この28になる年の僕が振り返ってみても、読書しなくてよかったなって思ったこと一度もないんですよ。それぐらいやっぱ読書って結構良かったんで、本当に騙されたと思って、4年間のね、電車の時間をちょっとドブに捨てるような気持ちで、読書をね、本をね、開いてみるっていうのをやってほしいなって。はい。ではですね、次に大学生のうちにやってほしいことを5つ目に行きます。5つ目がですね、旅行です。はい。旅行といってもですね、海外旅行を無理に行く必要ないかなって僕は思います。よくね、海外一人旅行ったら人生観変わるとか、それまでの自分の考えがすごい変わるって言うんですけども、結構ね、海外旅行ってなるとお金もね、かなり飛んでくし、あとはやっぱ英語が喋れないと、かなりね、あっち行ってトラブルに巻き込まれた時にすごい大変なんですよ。僕もね、社会人になってからなんですけども、海外の一人旅行って、マレーシア行ってきたんですよ。マレーシアはですね、割と結構進んでて、全然ね、大変なことなかったんですけども、一回だけですね、マレーシアって、ウーバーみたいなサービスがあって、ウーバーのタクシーバージョン、食事も運んでくれるんだけども、タクシーとしての利用もできるっていうサービスがあるんですね。で、それでタクシー呼んだんですよ。呼んだんだけども、自分が待ち合わせてるところ、自分が待ってたところと、タクシーが来たところが全然違うところで、タクシーのうんちゃんから電話かかってきたんですね。今どこにいるんだって言われて、その時にね、全然説明できなかったんですよ。自分は今、門のとこにいると、門のとこにいるとしか言えなかったんですよ。で、門っていうのが複数あって、タクシーうんちゃんは正門に来たと。で、僕はなんか東かな西かなどっちかの門にいたんですよね。それで、うんちゃんが門にいるって言っても、門にいないぞって言われて、その時ね、本当にすごい困りましたね。で、うんちゃんもね、結構しつこくてね、この客はダメだと思って、すぐに去ってくれればよかったんだけど、もう何回も何回も電話かけてきて、どこにいんだ、どこにいんだって。で、なんとかして僕が正門の方って、うんちゃんに会えたんですけども、やっぱりね、海外一人旅すごい大変な経験もいっぱいあるんですけども、無理してね、学生のうちに危険を冒してですね、行く必要もないかなって思います。お金ができて、あとは英語の勉強する時間を取れた後に行ってもいいのかなって思います。ただね、旅行はね、すごい推したくて、今までね、自分が見たことのない景色を見に行くとか、自分がね、行ったことのない土地に行くっていうのはすごいいい経験、自分の気づきとかもあるんですよ。で、あとね、旅行の醍醐味、この友達と一緒にね、旅行に行った時の醍醐味、醍醐味っていうか、あるあるの一つとして、どんなにね、仲がいい友達と一緒に旅行に行ったとしても、誰か一人はね、絶対機嫌悪くなるし、誰かと誰かが喧嘩しだすんですよ。これ本当にあるあるなんですね。どうしても避けれない。これはね、もう至極当然のところで、今までね、大学校内では会ってたけども、自分のね、プライベートの時間を共有することはなかった相手と、一緒にね、旅行行って、そろそろお昼ご飯食べたい。いや、でももうちょっと回りたいっていうね、そういうそれぞれのね、価値観っていうのがぶつかる時があるんですね。それをね、どうやってうまく対処していくかっていうのもすごいいい経験になると思います。自分とは違う軸で生きてきた人と一緒に行動を共にする、生活を共にするっていう時において、やっぱり自分がいくらか譲らない時もあるし、自分が曲げない時もあるって言うんですよ。そこのね、折り合いのつけ方っていうのが、これはね、経験だと思うので、ぜひ一緒に行ってね、誰かしら機嫌悪くなる。もしかしたら自分かもしれないし、そういうね、経験もいい経験だと思うので、ぜひね、醍醐味の一つとして旅行行ってほしいなと思います。はい。ではですね、大学生のうちにやってほしいことを6つ目ですね。6つ目がですね、明確にこれっていうわけじゃないんですけども、何か自分の苦手分野、自分ができないと思ってることっていうか思ってたことをですね、克服する経験をですね、やってほしいと思います。どういうことかっていうと、小さい頃によく言われてた、この子はね、やればできる子なんだけどねって親からよく言われたと思うんですよ。でもいつしか言われなくなって、大学生ぐらいになってくると、自分はこれが得意だけど、自分はもうこれは全然ダメだっていうものがあるじゃないですか。1個か2個ぐらいは。で、それの1個ぐらいを、ちょっと克服する経験っていうのをね、積んでほしいと思ってます。で、結構ね、人生経験豊富なおじさんとかおばさんがよく言うのが、大体ね、
なんか本気でやればなんとかなるもんだよってよく言われるじゃないですか。でもなんか大学生だともう自分のことをよく分かってきたし、自分はこれが得意だけどこれは絶対できないと。自分には絶対これはできないんだと、苦手なんだってものが固まってくるじゃないですか。で、それをね、もう一回ね、ほぐしてあげるっていうか、どうしてもこれだけは絶対できないと思ってたものの一つをね、一個できるようにすると。その経験を持つことによって、なんだやればできるんだと。自信につながるんですよ。で、大学生っていう利点を生かしてね、時間もあるし、アルバイトで稼いだお金もあるので、今までの自分の努力だけではできなかった。だけども、ちょっとそこにお金とか時間をつぎ込んで、できるようにするっていう経験もね、かなりいい経験だと思うので、自分の苦手、コンプレックスとかを克服する経験をぜひ積んでほしいなと思います。はい。ではですね、最後、大学生のうちにやってほしいこと7つ目ですね。で、これはですね、最後に関しては多分ね、男子に限るかな。男子学生に限っちゃうんですけども、ぜひですね、彼女を作るために自分をよく見せる努力ってのをやってほしいなって思います。よく女子大学生だと垢抜けるって言うじゃないですか。1年目とで2年目を見ると全然変わってるってことよくあるじゃないですか。垢抜けたって。で、それをね、男子もやってほしくて、僕もね、別に高校まで一人も彼女いたことなくて、で、大学生のうちに、やっぱ彼女がどうしても欲しくて、一生懸命ね、もう小手先だとしても、ファッション変えたりとか、あとは髪型変えたりとかね、身につけてるものとかバッグとかね、いろいろ変えたりとかして、一生懸命努力したんですよ。で、よくこういう小手先の努力をしてると、内面を磨かないとダメだっていうね、YouTube の動画とかネットの情報っていっぱいあるんですよ。で、内面をね、磨くのはね、それは当然なんですけども、じゃあ内面を磨いて、それの効果が出てきて、自分に振り向いてくれる人が現れるのって、結構ね、先だと思うんですよね。大学1年生から始めたとしても、もう2年生、3年生ぐらいになって、やっと、振り向いてくれる人がいるかもしれない。そうじゃなくて、とりあえずね、自分はマストラーな状態、まだね、内面も汚いような状態ね、整ってないような状態の時で、まず自分に何ができるだろうっていうのを考えて、できるとこからやっていくみたいな。これをね、やってほしくて、結構ね、言っちゃあれだけども、かなりもがいてほしいんですね。どうせ自分は何を身につけたってダメだと。髪型とか、なんかいろいろ変えたとしてもダメなんだっていう風に卑屈になるんじゃなくて、変えられるところで何か効果がないかなっていうのを、ぜひちょっとあがいてほしいんですよ。このあがく経験、後から振り返ってみるとちょっと恥ずかしいなっていう経験もあるんですけども、この恥ずかしいなっていう経験も、やっぱね、人生のなんか、彩りをね、良くする経験の一つだと思うんですよね。好きな子がいて、その好きな子に振り向いてもらうがために、一生懸命努力した経験っていうのはね、これはね、ずーっと思い出として残っていくものなんですよね。なので、本当恥を恐れずに、自分をね、よく見せる努力っていうのをやってほしいなと思います。で、最後のね、ファッションに関してちょっとね、注意点なのが、僕もね、高校まで、本当にザ理系みたいな感じで、そんな僕が大学生になって服を買いに行ったんですね。それまで私服全然持ってなかったので。服を買いに行った時に、僕は僕なりのセンスで、やっぱりザ理系って見られるのが嫌だから、ちょっと変えてみようと。少しザ理系って言われる服装から少し変えてみようかなって思って、自分のセンスで服を選んでみたんですよ。で、それをね、着てみて、全然悪くないじゃんと。で、ザ理系って言われる服装がちょっと違ってるなってことで、少し差別化、自分は全然そのファッションができない理系じゃないんだぞっていう風にね、って思ってたんですけども、後々ね、服を買って持ち帰った後に、YouTube とか開いて、このファッションだけは絶対するなっていう YouTube とかいっぱいあったんですよ。それをね、開いてみたらね、まんま自分が選んだ服がね、すべて選ばれてて、自分はね、あたかもね、ちょっと、ザ理系から少し違う木をてらったやつをしてみようかなって思って選んだ服だったのが、それがね、やっぱみんなね、同じことを考えるんですよ。それまでの自分の経験から基づいて、いや、このままじゃまずいと思って、ちょっと変えてみようと思ったら、やっぱみんなね、それを同じ道をたどるんですよね。だから、自分が選んだ服装も、王道の王道のド中心でね、冴えない理系男子のね、服装をそのまんまをね、言ってたんですよ。青のチェック柄だったりとか、あとズボンのね、なんか裾をめくり上げると、別の柄が出てくるやつとか、あとはショルダーバッグもね、選んだりとかしてて、やばいと。そういう時はね、先人の知恵とか、あとは得意な人を真似るっていうのを徹底的にやってほしいんですよね。で、YouTube でね、いっぱい動画を探して、とりあえずこれを着とけば問題ないっていう服装をとりあえず揃えるんですよ。で、そうなると、今度何になるかっていうと、量産型って言われる大学生の服装になるんですね。で、これね、理系男子、本当にね、恐れないでほしいのが、量産型をね、嫌っちゃダメなんですよ。恐れちゃダメなんですよ。自分はザ理系の服装があって、そのちょっと上に量産型って言われる服装があると。でもやっぱ量産型って言われるのも嫌だから、そのさらに上を行きたいって思うんですけど、ここね、ひとっ飛びに行けないんですよ。どう頑張っても。ひとっ飛びに行こうとすると、みんな同じようなミスをするんですよ。だから、とりあえずザ理系の服装から、とりあえず量産型に一歩ステップアップすると。
で、その中でさらにまた、量産型の中でもちょっとおしゃれな人を真似して、量産型プラスアルファみたいな、なって、で、さらにそこから、ようやく、まあ、おしゃれ。量産型とはまた違ったおしゃれっていう風に行くしかないんですね。本当に一歩一歩ステップアップしていくしかないんですよ。だから、ザ理系がやっぱ最初に恐れるのが量産型って思われるの嫌だなって僕も思ってたんですよ。でもね、量産型になるしかないんですね。もうそれを飛び越えて一気におしゃれになることできないんですよ。なのでね、本当これだけはね、忘れないでほしいのは、自分の今までのセンスで選んできたらやっぱりみんな同じような服装を選ぶと。とりあえず自分はもう量産型になるしかない。ザ・理系の50点の服装から王道って言われる、もう量産型って言われる60点、70点の服装になるしかないんだと。で、そこからさらにまあ上を行きたい人は上に行けばいいし、まあ理系だからこんぐらいでいっかっていう風に、そこで落ち着く人もいればいいと思うんですよ。とにもかくにもですね、まあ自分をよく見せようと思う過程において、量産型になってしまうのは全然ね、しょうがないことなんですね。その道は通らざるを得ない道なんです。それだけはね、覚えておいてほしいなと思います。はい。まあ以上がですね、僕が大学生のうちに実際自分がやってみて、まあ、今、28になる年から見てもやっぱりやってよかったなって思う7つのことですね。まあ、大学4年間結構ね、今まで言ったその7つのことを全部やると時間なくなるじゃん、それに学問もあるしっていうふうに思うかもしれないんですけども、大学生はねすごい時間があります。お金はねちょっとしかないけども時間だけはねすごいいっぱいあるので、もう本当自分のやりたいことをいっぱいやってほしいなって思います。その中でも今言ったことだけはやってみたりとかスキルを身につけてほしいなっていうところですね。これはね、本当社会人入ってからもすごい大事になってくるんですよ。特に最後のね、外見を良くするっていうのがね、就活の時にすごい使えるんですね。やっぱり外見がダメっていうだけで、ちょっとね、スタートラインから少し下がった位置からスタートになっちゃうんで、とりあえず外見を、まあ、合格点にする、減点されないようなところにするっていうのは、できたらね、できるに越したことがないんですよ。なので、大学4年間をね、楽しみつつも、今言ったスキルとか経験をですね、いっぱいやってほしいなと思います。はい。それではですね、今回は、28歳の年、18歳から比べて10年後の社会人から言える大学生のうちにやっといてよかったこと7つをですね、紹介させていただきました。で、しかもこれが、本当に成功したいっていうわけじゃなくて、普通に平凡に、平凡っていうのかな、特に難なくですね、社会人になってから苦労しないような、スキルだったり経験とかになってくるので、やって損はないんじゃないかなって思います。はい。少しでもね、参考になったら嬉しいなと思います。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。